こんにちは。ここは博多駅です。今回は博多駅から話題の観光列車カンパチ号に乗って別府駅まで行ってきました。カンパチ16号は2024年4月にデビューした JR 九州の観光列車です。今回の動画では博多駅から別府駅まで各駅での模様や車窓の風景をお送りします。最高に豪華な車内の様子や設備は後日別動画で投稿予定ですので、チャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。カンパチ16号は列車名としては珍しく同じ区間を走る上下列車で列車名が変わります。博多駅発の下り列車がカンパチ号、上り列車博多駅が16号です。博多駅4番乗り場にカンパチ号の表示が出ていました。カンパチ号は団体専用列車の扱いとなっていました。ホームにはカンパチ号の乗車口案内が表示されていました。12時12分、出発の7分前にカンパチ号は博多駅に入線してきました。艶のある黒色の外観は重厚で貫禄のある車両に仕上がっています。車両前面のロゴマークは陸印の山を漢字の8で、さらに沿線の川を同じく6で表しているそうです。カンパチ16号は2023年まで運行されていたイサブロ新ペイ号を改造し3両編成に変更の上使用しています。乗車券の発売は緑の窓口等では発売しておらず、旅行会社のネット予約による発売のみとなっています。今回私たちが乗車したのは1号車ソファー席です。ソファー席は定員は3名ですが2名でも利用することができます。1号車にはボックス席が2ブロック、個室外室ソファー席が5ブロックありました。ソファー席には専用の折りたたみ式のテーブルがそれぞれ3席分設置されていました。たくさんの方に見送られ、カンパチ号は12時19分時刻通り博多駅を出発しました。博多駅から別府駅まで4時間40分、途中おもてなし駅2駅を含む4駅に停車します。竹下駅を通過しました。ホームには787系特急車両が停車していました。天井にも杉板を多く使用しており、木の温かみのある客室となっています。天井の可愛い小さな照明が一つのアクセントとなっていました。食事をしていない時やゆったりとソファーで過ごしたい時はテーブルを折りたたんで席を広く使うことができます。カーテンは厚手のしっかりとした生地を使用しており、好みの位置で留めることができます。こちらのテーブルには大分産の杉が使用されているそうです。車内でくつろいでいるだけで木の香りが漂っており、とても良い感じに九州の自然を感じることができます。1号車、3号車のデッキ部分には荷物を入れるロッカーが備えられており、大きな荷物もこちらに収納しておくことができます。こちらは乗車記念の記念スタンプ台です。そしてこちらが2号車ラウンジ杉です。大きな窓から入る九州の日差しはとても穏やかで、ラウンジは誰でも利用することができるフリースペースとなっています。2号車車内には四季折々の本物の植物が置かれており、
りが感じられました。コーヒーはビュッフェで購入後、こちらで引き立てをセルフで入れて席まで持っていきます。ビュッフェでは沿線の美味しい食べ物や飲み物、そしてオリジナルグッズなども販売されていました。ドリンクなどの冷たいメニューはこちらからセルフで取り出し、ビュッフェカウンターで支払いを行います。ビュッフェで発売されているメニューは座席にある冊子に掲載されていました。カンパチ16という列車名は九大本線の開通に多大な貢献を果たした実業家麻生カンパチと江藤16に由来するそうです。 JR の特急の名前に人名が用いられるのは今まであまり例がなかったと思います。出発してすぐに食事の時間です。旅行代金にランチの代金が含まれており、食事は乗車してすぐに提供されます。ランチメニューは運行曜日ごとに違っており、今回乗車した月曜日は福岡の日本料理店中洲松の和食が提供されていました。地元の食材を使用した工夫を凝らした料理はどれも素晴らしく美味しかったです。ローストビーフ、マダイや地ダコの刺身などあまり車内で提供されない食材もあり、とても満足でした。田代駅には広大な貨物のターミナルが隣接していました。列車は鳥栖駅で時間調整のため運転停車していました。座席と反対側の窓からはまるで絵画のような素晴らしい景色が広がっていました。九州新幹線の線路が近づいてきました。まもなく久留米駅に到着します。到着の直前、筑後川を渡ります。筑後川は熊本、大分、福岡、佐賀の4県を流れる九州最大の河川です。太陽の光が川面に反射してキラキラ光り、とても綺麗でした。久留米駅に到着しました。この駅も停車駅ではなく運転停車でした。ディーゼル音を轟かせて久留米駅を出発しました。ここから先、カンパチ号は鹿児島本線から九大本線へと入っていきます。しばらく鹿児島本線と並んで走行した後、九大本線は左へと大きく分岐して分かれていきます。鹿児島本線と分岐した後はしばらく走るたびに車窓の風景は目まぐるしく変化していきました。九州らしい雄大な景色が続いていました。列車の窓から見える素晴らしい風景は、窓枠がまるで絵画の額縁のようにも思えるほど素晴らしい景色でした。列車は最初の停車駅、田主丸駅に到着しました。田主丸駅はこの地方に伝わるカッパ伝説をモチーフにした珍しいカッパの形をした駅舎が有名な駅です。駅舎内のカフェでは地元の物産品などが販売されていました。このカッパの駅舎の形はとても斬新で目立った存在でした。カンパチ号を跨線橋を渡って反対側のホームから撮影しようと向かっています。けたたましく何かが通過するブザーが鳴っています。カンパチ号を
撮影しようと思っていますが、接近する列車も気になっています。ここでようやく接近している列車の正体に気づきました。 JR 九州の元祖 D&S 列車特急湯布院の乗り号でした。まさにあっという間に走り去っていってしまいました。田主丸駅ではたっぷり12分間の停車時間があるので、ゆっくりと写真撮影や駅の散策を楽しむことができました。こちらはホームにあるお迎えカッパ。なんとも言えない表情で出迎えてくれています。田主丸駅を出発しました。樹齢約250年の杉の一枚板カウンターがとても存在感がありました。約8メートルにも及ぶこの一枚板を傷つけずに車内に入れる際、とても苦労したのだとアテンダントの方が言っておられました。ラウンジで梨のジュースとカボスのジュースを購入しました。どちらもとっても美味しかったです。車内にある記念スタンプを押してきました。今回はカンパチ号に乗車したので、カンパチ号のみ完成しました。列車は夜明け駅の手前を走行しています。夜明けダムのすぐ横を通過しました。水面とほぼ同じ高さを走行するので、ダムの下流側は見ることができません。落差はあまりありませんでしたが、見た目にかなりインパクトのあるダムでした。夜明け駅を通過します。北彦山線 BRT 彦星ラインとの接続駅です。 BRT とはバス、ラピッド、トランジットの略称で、バス高速輸送システムのことです。もともと鉄道だった北彦山線は九州北部豪雨で甚大な被害を受け、復旧の際バスによる運行に転換し、現在の BRT 方式で運用することとなりました。ダムの上流に豊かな水を蓄えた三隈川に沿って列車は進んでいきます。北駅に到着しました。北駅には地域復興の一環として北市出身の漫画家諫山はじめさんの漫画「進撃の巨人」のキャラクターの銅像やイラストが構内に展示されています。ほんの一瞬ですが、ホームにあったリヴァイ兵長のイラストが見えました。北駅を出発すると、さらに山あいの豊かな自然の中を走行します。ぜひこの旅を楽しんでください。多くの人に来て知っていただき、この地域の人と味わってほしいさ、みんなのデザインが盛り込まれている、皆さんで作り上げたデザインだというふうに私は思っています。列車は天ヶ瀬駅を通過します。天ヶ瀬駅は別府行きのカンパチ号は通過しますが、博多行きの16号は停車し、地元の方のおもてなしがあります。力強いディーゼル音を轟かせながら列車は進んでいきます。
号車ラウンジから見る九大本線の素晴らしい景色はいつまでも見ていられる変化に富んだいい景色でした。この後聞こえる線路の継ぎ目の音のリズムが最高にいいリズムで聞き惚れてしまいます。九大本線の最大の見どころの一つ、ジオンの滝を通過します。これより1号車から順に進行方向右側に高さ30メートルのジオンの滝がご覧いただけます。滝をゆっくりと見物できるため、列車は速度を落として徐行運転で通過していきます。また、滝が見え始めると、アテンダントさんの説明の放送が入ります。こちらの滝は天ヶ瀬町と楠町の境に位置し、豊かな水しぶきを立てながら豪快に流れ落ちる光景が魅力です。進行方向右側では地元の方が手を振ってお見送りしてくださいます。皆様もぜひ車内から手を振ってみてはいかがでしょうか。迫力のある二段式の滝をじっくりと見ることができます。これより3号車のお客様、進行方向右側にジオンの滝がご覧いただけます。写真撮影や動画撮影をお楽しみください。3号車のお客さんが滝を眺めている頃、先頭の1号車は鉄橋で川を渡ります。列車はゆっくりとした速度で鉄橋を渡っていきます。お越しの際はぜひお立ち寄りください。列車は豊後森駅の手前を走行しています。特徴的な山が車窓右側に見えてきました。山の山頂部分が平らになった珍しい形の山、切り株山です。関東地方は津盆地を走行しています。津町の山々がテーブル状の山が多く、目差大地テーブルマウンテンと言います。日本国内では非常に珍しい地形で、日本唯一の場所です。ただいま進行方向右側にそびえ立つ切り株山はパラグライダーやハングライダーの基地があり、ゾンビと共に大空を舞うこともあるそうです。自由に舞うゾンビと共に雄大な景色を味わってみてはいかがでしょうか。アナウンスでの説明の通りのトンビの鳴き声が車内に聞こえていました。列車は豊後森駅に到着します。木造のとても歴史的に古そうな跨線橋がありました。ちょうどこの駅で別府発博多行きの湯布4号とすれ違いました。まもなくしますと進行方向右側に湯布高原線の歴史を忍ばせる豊後森機関こと96の愛称で親しまれた大正8年生まれの蒸気機関車が見えてまいります。汽笛の音で往年の姿に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。ゆっくりとした速度で旧豊後森機関庫の前を通過します。機関庫の前には蒸気機関車の復元展示車両が止まっていました。機関車の後ろには登録有形文化財の扇形機関庫が見えていました。歴史的に価値のある機関庫ですが、若干廃墟感すら漂っていました。麻生勘八氏は全線開通を見届けることは叶いませんでしたが、
九大本線は由布高原線という愛称名として今もなお歴史を刻んでいます。またカンパチ号は間もなく阿蘇カンパチ市ゆかりの地江良駅に到着します。江良駅は阿蘇カンパチ市が再興した酒蔵八鹿酒造の最寄り駅です。酒蔵をイメージした駅舎の屋根近くには新酒の完成を知らせる役割がある杉玉があります。江良駅では八鹿酒造や五後前町、楠町の皆様によるおもてなしがあります。江良駅には16分間停車します。発車時刻は15時8分です。発車3分前にベルでお知らせします。由布高原線とともに歴史を刻んだ江良駅でのひとときをお楽しみください。江良駅に到着しました。この駅では約16分停車し、下車して観光をすることができます。日の光に照らされた黒色の車体がとても綺麗でした。真っ黒の車体の色は重厚で堂々とした存在感がありました。江良駅は列車名の由来になった阿蘇カンパチ市の酒蔵八鹿酒造の最寄り駅で、ホームには八鹿酒造の酒樽が置かれていました。駅の外に出て行ってみたいと思います。駅舎には杉やヒノキが多用されており、木のぬくもりにあふれていました。駅舎の建物がまだ新しいのは火災により焼失し、2015年に新しく建てられていたからでした。駅舎の中では八鹿酒造の商品の試飲が行われていました。駅舎に併設されていた資料館では阿蘇カンパチ市の功績の紹介や酒造りに使用していた器具などが展示されていました。カンパチ号に乗車した際にはぜひ訪れたい場所でした。田主丸駅に続いて江良駅でも10分以上の停車時間があるので、ゆっくりとカンパチ号の写真を撮ることができていました。出発時間が近づくとアテンダントさんがベルを鳴らして知らせてくれます。乗り遅れ防止のためのとても良いアイディアだと思います。ラウンジ過ぎではカウンターの上に停車駅を出発するごとに沿線の特産品等が追加されて置かれていました。豊後中村駅に運転停車しています。この駅ではある有名列車とすれ違います。その列車とは JR 九州が誇る極上の食、時、おもてなしを味わえる幻の列車。ある列車でした。JR 九州が誇る九大本線の2大観光列車が山あいの小さな駅ですれ違いました。先ほど停車した江良駅では記念品と町内のパンフレットをいただきました。これも大切な旅の思い出となります。湯布院駅が近づいてきました。湯布院駅に近づくにつれて列車が大きく右にカーブしているのが感じられました。本来九大本線は青色の矢印のように建設する予定でしたが、当時の北湯布村の有力者であった江藤一六の働きかけで現在の湯布院へ迂回する赤色の矢印のルートとなりました。そのおかげで便利になった湯布院は九州を代表する観光地となりました。この湯布院駅付近の大カーブを
16曲がりと呼ばれ、また九大本線を走る観光列車に16号と付けられるあたり、江藤一六の行った偉業への気持ちの表れだと思いました。湯布院駅に到着しました。ホームに停車していた黄色いキハ120ディーゼルカーはカンパチ16号の2号車ラウンジ車両の改造前の姿です。湯布院駅では別府発博多駅特急湯布院の森4号と行き違いました。 JR 九州では観光列車をデザインと物語のある列車という意味を込めて D&S 列車と呼んでいますが、特急湯布院の森号はその元祖とも呼ばれる列車です。湯布院からの帰りは特急湯布院の森号の最前列の座席に乗って博多まで帰りました。その時の模様を後日投稿予定ですので、チャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。湯布院駅ではこれから乗車する方たちでしょうか。湯布院の森号をバックにたくさんの方たちが写真を撮っておられました。湯布院駅を出発しました。この後カンパチ号は大分、そして終点別府に停まります。博多駅を出発し、久留米からは九大本線に入り、田主丸、由良、湯布院と停車し、カンパチ号の残り乗車時間もだんだんと少なくなってきました。ただいまカンパチ号が湯布院駅の坂駅一度曲がりの大きなカーブへと差し掛かりました。江藤一六氏の働きかけがなければこのルートに線路が引かれることはありませんでした。ラウンジのカウンターの上にはさらに沿線の工芸品が増えていました。カンパチ16でございますが、由布高原線の風土、すなわち土地の気候や地勢、そこから生み出される土地の食や風習風景を五感で味わうことのできる列車です。ここで2号車のラウンジではアテンダントさんによるカンパチ号の旅の振り返りが行われていました。味覚、触覚、旅の振り返りに参加すると記念品がいただけました。大分の市街地の街並みが広がってきました。高架の線路をしばらく走り、日豊本線の線路と合流すると間もなく大分駅に到着します。大分駅に到着しました。これまでの停車駅ではほぼ降りる方はいませんでしたが、この駅では若干ですが下車される方がおられました。都会の駅の佇まいを見せる大分駅を出発しました。次は終点別府です。皆様に2号車ラウンジ過ぎからご案内します。ただいまの時間をもちまして2号車ラウンジ過ぎビュッフェの営業を終了させていただきます。皆様、由布高原線の風土を味わう列車カンパチ16の旅はいかがでしたでしょうか。
博多を出発し、由布高原線を旅したカンパチ号は間もなく別府に到着します。別府までのひととき、関丹湾の別名を持つ別府湾とともに走行します。関丹とは古くは蓮の花を意味し、別府湾の形状が似ていたことが由来とされています。本日の旅が五感を通し、心豊かなお時間となっていましたら幸いです。再び皆様とお会いできる日を心よりお待ちしております。大分駅を出てしばらくすると、車窓右手に素晴らしい別府湾の景色が見えてきます。これまでカンパチ号は山間部を走行してきましたが、別府まで残りわずかとなって素晴らしい海の景色を望むことができます。若干寒そうでしたが、ゆったりとした快適なソファーから見る別府湾の景色は本当に最高でした。旅の行程は残りわずかですが、最後に素晴らしいこの景色を見ることができるのもカンパチ号の魅力の一つでした。別府湾が少し離れて見えなくなると、ほどなく別府の市街地を走行します。16時59分、博多からのカンパチ号の旅は別府駅に到着し終了します。由布高原線の魅力を五感で味わう JR 九州の素晴らしい観光列車カンパチ号の旅でした。九大本線沿線の魅力を存分に味わえた4時間40分の充実した時間でした。豪華なメニューの車内での食事を存分に楽しみ、火のぬくもりを感じられるゆったりくつろげる車内で素晴らしい車窓の風景を満喫することができる観光列車カンパチ16号、乗車の際の参考になりましたら嬉しいです。今回の動画は以上となります。ご覧いただきありがとうございました。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。